ちは、あーです。今回は加藤さんの新製品38系リバイバルヤクモを開封していきます。こちらは特別企画品で2022年から運行されている国鉄色の編成です。付属の行き先表示シールは岡山と出雲市のみとなっています。セットは6両編成の構成で特徴的な改造車3両を含む編成です。では1両ずつ車両をチェックしていきましょう。ところがここで問題発生。動力車の台車が外れています。台車の取り付けから行いましょう。まずは床下パーツを取り外します。シャフトをモーターへ差し込んで台車を台車の動きを確認して、もう一方の台車のシャフトも外れていることが発覚したため、こちらも取り外して修正します。初っ端からトラブル発生でしたが、気を取り直して車両チェック。まずは出雲市側の先頭車両1号車黒381の141です。元クハ381の141でグリーン車へと改造された車両です。ヤクモにパノラマグリーン登場後、連結位置統一に伴いグリーン車化されました。実車では連結機カバーが装着されていましたが、2023年からは連結機カバーが外されています。2023年に JMR マークが追加されたタイミングで外されたと思います。トレインマークは横方向変換式のものとなっています。ヤクモの幅広タイプと幅狭タイプの2種類から選べます。次は2号車のモハ380の71です。この車両はアコモ改善工事を受けた普通車となります。この工事により製造時からシートピッチが広がっています。アコモとはアコモデーションの略で、アコモ改善工事は内装や窓サッシなどの更新工事です。座席定員が減りますが、車内の居住性・快適性が向上しています。次は3号車のモハ381の71です。先ほどのモハ380の71とペアになります。こちらもアコモ改善工事を受けた普通車となります。モハ380にはトイレ洗面所がありますが、モハ381には設備がありません。床下は全車共通して台車枠がグレーで、床下機器が黒で統一されています。屋根上は381系の特徴でもある機器類のないすっきりした屋根です。次は4号車のサハ381の231です。これも独特な車両ですね。元はサロ381の31で、1号車の黒381の141と同時期に普通車に格下げ改造された車両です。この車両の特徴は何といってもサロ時代の窓がそのままという点ですね。223、231に関しては車端部に喫煙室が改造時に設けられ、小窓が増設されています。全車禁煙以降に改造されたサハには小窓がなく、サロと同じ外見を保っています。次は5号車のモハ380の66です。模型では動力車となります。2号車のモハ380の71と基本は同じとなります。トイレ洗面所を備えた普通車となります。他の車両で触れていませんでしたが、カプラーはすべてボディマウントのフックなし密連型カプラーとなります。最後は岡山側の先頭車6号車のクモハ381の507です。
この車両もかなり個性的な改造車となります。元はモハ381の66で改造されてクモハ381の7となり、アコモ改善工事でクモハ381の507となりました。特徴はやはり前面の貫通扉でしょうか。それに加え分厚いスカートも特徴的です。模型では黒とクモハの側面、運転席下部分に JNR マークが入っています。これは2023年から追加されたものとなります。クモハの前面部分に寄ってみましょう。非貫通の黒と異なり、貫通扉の特急マークは平面上のものとなります。側面の JNR マークの印刷も綺麗ですね。ではレイアウトに並べて走らせてみましょう。レイアウトに入線、右側から6号車、5号車の順になります。トミックスのパワーユニットでは前照灯点灯と同時に動き始めますね。ちょっと相性が悪いかな。加藤の振り子車特有の振り子機構が効いていますね。駅へ進入の分岐 S 字の走行問題なし。ダブルスリップポイントも無事通過。381系スーパークロシオは脱線頻発でまともに走らなかったのですが、今回のリバイバルヤクモは安定走行ですね。実車の運用はあとわずかとなった381系の中から製品化された国鉄色の編成、完成度の高い素晴らしい製品だと思います。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。